六六尾。昔、九州菊池家の家臣に磯貝平太左衛門竹面という侍がいた。この磯貝は幼少の頃から武勇に秀で、末は優秀な武人となるであろうと思われていた。しかし菊池家が滅亡すると主君なき身となった。他の大名に仕えることはたやすかったが、その心は亡き主君に忠誠を抱き続けていたため、磯貝は世を捨て出家することとした。名も海龍と改め諸国行脚の僧となった。しかし心の中は侍の魂を宿していた。今まで危険をものともせず笑い飛ばしていた磯貝は、今もまた困難を恐れることはなかったのである。いかなる天候であれ季節であれ、ありがたい仏の法を説いて行脚を続け、他の僧の行かない土地にまで説法に赴いたのである。当時は戦乱の時代で、街道を一人で旅することは僧侶の身であろうと物騒だった。初めて長旅に出た時、海龍は甲斐の国を訪れた。山中を行く途中、村から離れた寂しいあたりですっかり日が暮れて野宿することとした。道端に草の生えた頃合いの良い場所があったので、そこに横になり眠ろうとした。海龍は困難を喜んで行とした。むき出しの岩も寝床とし、松の根も良き枕とした。この男の体は鉄でできていて、夜露も雨も霧も雪も一切意に介さなかったのである。海龍が横になると木こりが一人通りかかった。木こりは立ち止まり、じっと黙って海龍を見ていたが、驚いた様子でこう言った。こんな場所にお休みになろうとは、一体どういうお方様ですか。この辺りにはいろいろなものがたくさん出ます。そうした毛深いものが恐ろしくはございませんのか。いやいや、と海龍は笑って答えた。私は諸国行脚の身、世に言う雲水です。獣どもの餌にはなりません。人を化かす狐狸や獣の類は心配ご無用です。静かで寂しい土地は私好みで、瞑想にもうってつけです。野宿にも慣れていますし、命を惜しまぬ心づもりはできています。こんなところでお休みになるとは、肝の太いお坊様でいらっしゃいます。しかしこの辺りは物騒な噂の絶えぬ土地。君子危うきに近寄らずとことわざにも申します。手前どもの見苦しい草吹き小屋ですが、どうぞご一緒においでください。少なくとも屋根はございます。そこでしたら危険な目にも合わずお休みいただけます。海龍はその申し出がいかにも親切で他意のないものに思え、ありがたく受けることにした。木こりは街道を外れた山林を通って山の奥へ奥へと案内した。狭い道をたどり、岩をよじり、木の根を伝ってやっとの思いで丘の上の広々とした場所へ出た。満月が頭上で輝いていた。見ると
小さな草吹き小屋があって明かりが灯っている。木こりは海流を裏手にある物置に案内し、川から掛け井で水が引いてあるところで足を洗った。物置の向こうは菜園で、その先は杉林と竹林である。林のさらに向こうには滝が一筋光って見えた。どこか高いところから落ちているようで、長く白い衣のように揺れている。海流が木こりに案内され、小屋に入ると、4人の男女が見えた。炉の火に手をかざして当たっている。4人は低く頭を垂れ、うやうやしく挨拶した。このような山中の貧しい暮らしの者が礼儀正しい挨拶するのを見て思った。礼儀作法を心得た人から教わったことがあるに違いない。そこで皆が主と呼ぶ木こりに言った。先ほどのご親切なお言葉といい、皆様のご丁寧なお出迎えといい、あなたはもともと木こりに生まれついた方ではございますまい。元はご身分の高い方ではございませぬか。木こりは笑みを浮かべて言った。いかにもさようでございます。今はご覧の暮らしをしておりますが、以前はいささかキューバに名だたる身でございました。さりながら私の身の上話は霊落したものの話。それも自分の咎で我と我が身を滅ぼしたのでございます。その昔、去る大名に仕え、重役も務めておりました。しかし、色にふけり、酒に溺れ、癇癪のあまり、むごいことを幾度かいたしました。手前勝手な所業のために、我が家は断絶。多くの者を非業の死に追いやりました。その報いでこの国で私は人目を避け、世を忍ぶ身でございます。今はその罪滅ぼしをし、家名を再興したいものと念じております。しかし、そのようなことのできる手立ては、もはやないのではないかと案じております。それでも道に迷うた旅人をできるだけお助けし、在業の因果を断ちたいものと念じております。海流はこの良き決心に喜び、主に告げた。いやいや、人は若い時は愚かなことをしでかすもの。しかし、後には正道を踏みたいと心を入れ替えるようになるものです。悪に強き者は善にも強し、と経文にも出ております。あなたが良き心の持ち主であることに疑いはございません。今後、良き運が開けることを願っておりますが、今晩は愚僧、あなたのために読経し、その願をお祈りいたしましょう。こうして在業の因果を断つと約束し、挨拶した。主は海流を隣の小さな別室に案内した。そこにはもう床が述べてあった。それから皆床に着いたが、海流だけは行灯の火を頼りにお経を読み始め、夜遅くまで読経を続けた。休む前に今一度外の景色を見ようと
窓を開けた。大層美しい夜で、空には雲一つなく、風もない。月の光は鋭く暗い墓毛を地面に切ったように落とし、露はキラキラと玉のように庭一面に光っていた。コオロギやスズムシの鳴く音が冷え冷えと一面に響き、滝の音も夜がしんしんと吹け渡るにつれていよいよ深まるようである。海流はその水の音に耳を澄ますうちに水が欲しくなり、小屋の裏手にある家計のことを思い出した。あそこまで行けば人を煩わさせずに水を飲めると思った。それで襖をそっと静かに開けた。行灯の光で5人が横になっているのが見えた。が、なんと首がない。一瞬、ぎょっとして立ちすくんだ。人殺しだと思いが走った。だが次の瞬間、海流は血や切られた跡がないこと、首がないことに気がついた。そして、はは、これは孤り妖怪に化かされたか、あるいは六六尾の住処におびき寄せられたか、と思った。送信機という書物には、六六尾の体を見つけ、よそへ移してしまえば、首は元の体に二度と戻れないと出ていた。体がよそへ移されたことを知ると、首は三度鞠のように跳ね、恐ろしさのあまり、喘ぎつつ絶命するとも出ていた。もしこれが本物の六六尾だとすれば、よからぬことを企んでいるに違いない。海流は主の両足をひっつかむと窓まで行き、外へ突き落とした。それから裏口へ行くと缶抜きがかかったままだった。首は開けっぱなしの煙出しから出たに違いない。海流は静かに缶抜きを外して庭へ出た。そして用心深く林へ向かった。林の中で声がする。海流は木陰を伝ってちょうど良い隠れ場所に身を潜め、幹の背後から覗いた。と首が見える。5つの首が飛び回りながら話している。そうして這う虫、飛ぶ虫を捕らえてしきりとそれを食っていた。そのうちに主が食べるのをやめていった。今宵の坊主はよく肥えていた。あれを食ったら我々の腹もさぞかし満足するだろう。しかしバカなことを言ってしまったものだ。おかげで坊主に俺の幸いのためにお経を読ませてしまった。いくらなんでも読経中の坊主のそばへは寄りつけん。お祈りされては触れることもならぬ。だがもうじき明け方だ。もう眠っておるだろう。誰か家まで様子を見に行ってくれ。たちまち若い女の首がすくっと飛び上がってコウモリのように小屋の方へ飛び去った。がややあって立ち返り、すっかり動揺しかすれ声で言った。あの坊主はどうしたことか別間におりません。出て行ってしまいました。しかももっと困ったことに主様の体がございません。どこへ持って行ったのでしょう。これを聞いた主の首は
わなわなと震え、おののいた。両目は恐ろしげにかっと見開き、髪は逆立ち、歯をギリギリと噛んだ。その口からは泣きわめく声が漏れ出し、憤怒の涙で叫んだ。体をよそへやられた以上、もう戻れない。死なねばならん。あの坊主め。死ぬ前に、あの坊主に食いついて、八つ咲きにし、むさぼり食ってやる。そこだ。そこにいるぞ。その木の陰に隠れている。見ろ。あの太った腰抜け坊主めが。そうわめくや、主の首は他の4人の首を従えて海竜に向かって飛びかかった。海竜は若木を引き抜いて身構えると、襲いかかる首を次々と打ちはねた。その勢いは激しかった。4人の首はついに逃げ去ったが、主の首は1人、撃たれても撃たれても執拗に飛びかかってきた。そしてついに左のたもとに食いついた。海竜は素早くその曲げをつかんで何度も殴りつけた。だがそれでもたもとに食いついて離れない。しかしやがて長くうめいて動かなくなった。首はついに死んだ。だがその歯はたもとに食いついたまま、海竜の怪力をもってしてもその顎を緩めることができなかった。たもとに首をぶら下げたまま海竜は小屋に戻った。4人のろくろ首が中でうずくまっているのが見えた。ある首は頭から血を流し、またあざを作っていた。だがそれでも首は体に戻っていた。4人は裏口から入ってくる海竜を見るや、坊主だ坊主だと叫んで慌てふためき、表口から飛び出して一目散に逃げ出した。東の空が白み出し、夜はやがて明けようとしている。海竜は魑魅魍魎の力が闇の間に限られていることを知っていた。たもとに食いついたままの首をしげしげと眺めると、その顔は血と泥にまみれ、口から泡を吹いている。海竜は、なんという土産、鬼の首が土産か、ははははは、と声を上げて笑った。それからおもむろにわずかな荷物をまとめると、ゆっくりと山を下っていった。海竜はこうして旅を続け、やがて信濃の諏訪に差し掛かった。たもとに生首をぶら下げながら悠然と歩いていく。行き交う女は気を失い、子供は金切り声を上げて逃げ出した。野じ馬が集まり騒然となったが、取り手がこの僧を召し捕らえ、牢屋に引き立てていった。海竜が人を殺し、殺される瞬間にたもとに噛みついたのだと、取り手たちは決めてかかったのである。海竜はというと、取り調べに答えもせず、微笑していた。牢屋で一夜を明かした後、奉行所の庭に引き出された。旅の僧ともあろう者が、なぜたもとに食いついた生首をぶら下げているのか。我が犯行を恥知らずにも人々に見せびらかすとはいかなるわけか申してみよう。海竜はカラカラと笑い答えた。この首をたもとにぶら下げたのは私ではございません。首は自分から食いついたのです。そもそも私は誰も殺めてはおりません。これは人の首ではなく鬼の首でございます。海竜は
怪異に至った顛末を語り、5人の首に出会った様を述べ、またカラカラと笑った。しかし奉行所の役人はその話に耳を貸さなかった。悪賢い悪党め、その言い分はお上を愚弄するものと憤った。もうこれ以上問いたださず、直ちに処刑することに決まった。ところが取り調べの間、黙って見守っていた老人が立ち上がってこう言った。あの首はまだ見聞していない。もしあの旅の僧が真実を申し立てているなら、あの首こそが証拠にもなるだろう。首をここへ運ばせるがよい。そこで海龍は衣を脱いだ。首はたもとにかみついたままで役人たちの前に据えられた。老人はその首をくまなく調べると、首筋に奇妙な赤いあざがあることを確かめた。老人は他の役人にもそれを示し、他に切り落とされた様子がどこにもないことも皆に示した。なるほど。首筋は切られたというより、落ち葉が茎から離れたように滑らかである。と老人はおもむろに言った。まことに旅の僧の言い分はもっとも、これは六六首だ。南方異物神は六六首はうなじに赤きあざありと出ている。この首のうなじにはあざがあり、赤く塗ったものではない。皆様もお確かめの通りだ。こうした妖怪が甲斐の国の山中に昔からいることは噂にも聞いていた。それにしても貴殿はなんというつわものの奉仕。とてもただの旅の僧とは思われぬ。むしろ武士にふさわしい。元は侍でおわしたか。お察しの通りです。と海龍は答えた。雲水になる前は長い間弓矢を取る身でありました。その頃は磯貝平太左衛門竹面と申し、九州の大名に仕えておりました。お聞き覚えのお方もおありかと存じます。その名を聞くと感嘆の声が奉行所に広がった。かねて磯貝の名を聞き知っていた侍がそこには何人も居合わせていた。海龍は裁きの庭でたちまち友人たちに取り囲まれたようになった。奉行所の者は今や武士として参照の意を示さずにはいられなかったからである。彼らは礼を尽くし、大名の屋敷までお供した。大名から大層な歓迎ともてなしを受けた上、旅立つ前には結構な褒美もいただいた。海龍は身に余る名誉にこの世で僧に許される限りの幸福を覚えたのである。ところで首はというと、やはり土産にしたいとぶら下げたまま立ち去った。海龍は諏訪を出て数日後、追いはぎに出くわした。追いはぎは衣を脱ぎ捨てていけという。海龍はすぐに衣を脱ぎ、それを差し出した。追いはぎはその時初めてたもとにぶら下がっているものに気づき、驚いて後ろに飛びのいた。そして叫んだ。お前それでも坊主か。このわしより悪党だな。わしも何人も殺めたが、その首をたもとにぶら下げて歩いたことはないぞ。ごぼうは察するにわしらのお仲間か。
それはあっぱれなお仲間。いやはや関心つかまつった。ところでその首は、脅しに使うのに具合が良さそうだ。そいつもくれれば、わしの着物とほかに5両使わすがどうだ。海龍は答えた。それほどご所望ならお譲りするが、これは人様の首ではないぞ。妖怪の首。こいつを買って、後々厄介なことになっても、私が騙したのどとは思うてくれるなよ。はははは、面白い坊主だ。と、追いはぎは笑った。お前は人を殺して、その上冗談まで言うのか。だが、真面目な話、これがわしの着物で、これが金子だ。それでは首はいただくぞ。だが、冗談を言って何の足しになる。持っていくがいい。しかし、私は冗談を言ったのではない。冗談はお前の方だ。お前は金まで払って妖怪の首を手に入れようとする。狂気の沙汰の限りではないか。はははは。と、海龍は大声で笑って、再び旅路を進んだ。こうして追いはぎは首と衣を手に入れ、街道筋で鬼坊主に扮し悪さを働いた。しかし諏訪の近辺に来て、その首にまつわる実話を聞き、六六尾の悪霊のたたりを恐れるようになった。追いはぎはその首を元の場所に戻し、そして体と一緒に埋めてやろうとけなげな気を起こした。甲斐の山中に朽ち果てられた小屋を訪ねていったが、そこにはもはや誰もおらず、体も見つからなかった。それで首だけを裏の林に埋め、上に墓石を立て、六六尾の霊のために背書き供養を営んだ。その墓石は六六尾の塚として今でも見ることができるそうである。